今日極めつけバターが入ります。でこのバターをですねちょっと溶かしながら、うわうまそうですね。はい、こんにちは、シェフのほゆです。今日はトマトパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ホールトマト、ニンニク、アンチョビ、オリーブオイル、オレガノ、バター、塩、きび砂糖です。はい、それでは今日はトマトパスタシリーズということで新作のシンプルなトマトパスタを作っていきます。今までトマトパスタはホールトマトを使ったりとかパスタータだったりとかトマトペーストとかあとフレッシュのものとかですね、いろいろ配信したんですけど、今日はホールトマトでそのホールトマトの酸味があるからこそ完結するようなシンプルな絶品トマトパスタをこれから早速作っていきます。はい、それではまずはこのホールトマト1人前分、160ぐらいですね、これをボウルに開けて、でこのホールトマトっていうのは、通常レストランの場合はこのパスタベルルーラっていって、ムーランですね、この裏ごしの機械を使って回して、で種とこの皮の部分とかですね、硬い部分をこすことができる機材です。これを使って裏ごししてからホールトマトソース作っていくっていうのが基本的なレストランのやり方です。で家庭の場合は、ムーランないと思うので、こういうボウルにざるをかまして、でここにトマトを入れて、こう裏ごしする。そしたら、レストランと同じような状態にできます。でも今日はですね、そのこすっていうことすらしないで、この種とかも残したちょっと大雑把なイタリアンっていう感じにしたいので、そのままこの手袋をしてこのまま潰すだけで、今日はですねその大雑把なこさないで作るっていう、それを楽しむようなパスタなので、この状態で塩一つまみと、あとはきび砂糖、これ普通の砂糖で大丈夫なんですけど、すでにだいたいこのトマトに対して 1% ぐらいのものを入れて、でここでマリネしていきます。であらかじめこの塩ときび砂糖を入れる理由は、こうすると、フライパンの中でですね強火とかちょっとガチャガチャやっていくので、そこで塩をするとちょっと慌ててしまって味もぶれちゃうので、あらかじめもうここで味を作っておくと、間違いないので、こういうやり方をします。でこのホールトマトという製品はフレッシュトマトとかパスタータとかトマトペーストとか、他のトマト製品よりも酸味がやっぱり強いので、その酸味を和らげるためにちょっと砂糖が入るというのがポイントです。で今日はニンニクは半割りにして芯を抜いて、でイタリアらしいパスタ料理に仕上げていきたいので潰します。で今日の料理のベースになっているのはマリナーラソースって言って、ニンニクオイルをしっかり作ってトマトで煮込んで、オレガノが入るのが特徴のソースです。でそのソースのベースを使っているんですけど、僕去年ちょうど南イタリアのプーリア州のコンベルサノっていう町にある一つ星レストランのパシャっていうレストランで撮影をしたんですけど、その時にですねアントニオシェフがコースの中で作っていたリゾットがリゾットマリナーラだったんですよ。食べた時に本当に美味しくてですね、そのリゾットマリナーラをちょっとオマージュしたようなパスタ料理に落とし込んでます。はい、まずはですねパスタを茹でていきます。で今日は 1.5% の塩の中で1.7 ミリのブロンズタイプのパスタを9分茹でていきます。でパスタを茹でてる間に潰したニンニクとオリーブオイル加えてニンニクオイルを作っていきます。それではふつふついってきたのでごく弱火にして、今日はアーリオオリオのベースではないので3分ぐらいですね、じっくりとニンニクの香りを引き出していきます。はい、それでは今3分ぐらい経ったので、先ほど塩ときび砂糖を加えたホールトマトで加えたら、中火から強火にしてでホールトマトの場合は他のトマト製品と比べてですね少し水っぽいので、この表面のですね水分を飛ばしていくイメージです。
で通常はここで塩とかですね、砂糖とか入れてこうわちゃわちゃやるんですけど、先にもう下味を入れているのでここで焦ることはないですね。で加熱しながらですね、こうニンニクをちょっと崩したりとかで、今もう 1,2 分やっただけなんですけど、見てください。だいぶこの表面の水分が抜けて、ちょっとトマトのですね果肉感が出てきたと思います。ここまでいったらホールトマトは加熱がほぼ完了です。でそしたらバジルではなくマリナーラなのでオレガノ乾燥の入ります。でですね、果肉感が出てくるとこのオリーブオイルとソースが分離してきます。でこの分離した状態になったら茹で汁加えてソースをチューニング、濃度のいいソースにします。でちょっと麺の茹で上がりまでですね火を切っておきます。はい、それでは麺が良かったので合わせていきます。で最後に温める感覚でもう茹で汁でですね調整してソースが伸びているので、もう茹で汁が入ってですねソースがいい濃度に伸びているので、パスタ入れた時にですねこう滑りがいいんですね。で煽った時にこうもういい感じにしっかりと絡んでるので、最後にちょっとアンチョビを一切れですね、さっき切り忘れちゃったんですけど、そういう場合は今ちぎりながら入れてですね、でアンチョビはあえて溶かさないでところどころこう塩味を感じるような今日はやり方です。で最後に今日極めつけバターが入ります。でこのバターをですねちょっと溶かしながら最後混ぜ合わせていく。そうするとバターのいい香りもして、で今日はですねこのバターがまだ残っている状態で盛り付け入ります。はい、これでバターをたっぷり使ったマリナーラの完成です。はい、いただきます。うわ、うまそうですね。いやー、これは本当にめちゃくちゃ美味しいです。いやー美味しいな。これやばい美味しいわ。で今日のパスタ料理はですね、最初にトマトをこさなかったりとか、バターを最後溶かさなかったりとか、アンチョビを散らしたりとかですね、混ぜないからこそ美味しさを追求したパスタ料理になっていて、このパスタもですねやっぱ熱いので食べ進めているうちにバターが溶けていってまろやかに味がなっていったりとか、あとはアンチョビの塩味を途中で感じられるようなとても美味しい料理になっています。で唐辛子使っていないっていうのと、マリナーラソースはピザソースっていうイメージで皆さん馴染みのある味の一つだと思うので、子供もですね食べても美味しいような満足感のあるパスタ料理になってます。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタなんですけどめちゃくちゃ本当に美味しいので、ぜひつけてみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。